うんちの場合ですね、こうやって1個あるとするじゃん。これ噛んで。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は私のおトイレ商品、おトイレセットを紹介したいと思います。前回はおすすめの尿取りパッドを、紹介する動画を撮りましたけども、今日は私のおトイレセット、どういうのを使ってるのかなっていうのを全体的に全部紹介していこうと思います。たびたびお話ししますけども、排泄障害があって私はおトイレ感覚がわからないので、お漏らしした時の対処というのもそうですけど、そもそも排尿する時、排泄をする時ですね、自力ではおトイレができないので、いろんなものを使って、トイレをするんですけど、その中で自分が使っている医療品もそうだし、市販のやつも今日は紹介していこうと思います。はい、まず一番初め、尿ですね。尿の場合に使っているのはこちら、ネラトンカテーテルの FR12 っていうのかな、わかんないの15センチを使っています。男性用女性用っていうのが一応分かれていて、女性は、膀胱までの距離が男性より短い分、この15センチっていうものの短いもので十分です。はい、このカテーテルも本当にいろんな種類がありまして、これがオーソドックスなものではあるのかなと思うんですけど、これは使い切りになりますので、1箱に50本だけかな、入ってるんですけど、使い回しタイプ、1ヶ月交換タイプのものもあったり、ふにゃ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 って柔らかいんですけど、もう少し硬めのものがあって、グリセリンっていう、液がついているもの、液がすでに浸っているタイプのものっていうのがあります。男性はグリセリンとか液を浸しながら使わないとなかなか尿道に刺すのが大変だなっていうのがあったりするんですけど、私とか、女性とかはそんなにもう尿道口が近いので、私はグリセリンとか普段塗らずに、もうこれを開けてそのまま使ってっていうことをしてますね。でこれは3時間おきに1回使うものです。でもう1個こちらですね。夜用とか、あといつも紹介しているレッグバッグ尿をためる袋に結合しているのはこちらの間欠式バルーンカテーテルっていうものになります。ウロカテなんていう略称をしてるところもあるかな。同じ4ミリですね。4ミリの12フレっていうものを使っています。この2つはどちらも、泌尿器科から買っているもの、保険適用で買っているものなんですけど、泌尿器さんの場合は1回受診するじゃないですか。そうするとこっちかこっち、どっちかしか選べません。例えば4月泌尿器科に行きました。そしたら私はこれを1回で4箱5箱までだけかな、買えるので、例えば4月はこれを買いました。したら次5月になったら今度こっちを買ってなんていうので、交互に買ったりして少しずつ在庫を持ってたりしてます。こっちは定価で買うと定価1万円くらいするので、やっぱり保険適用をうまく使って買ってます。これが尿セットなんですけど、普段お出かけする時に、こういったポーチ、これも100均のポーチですね。7年間この100均のポーチを使っています。こういう感じで折って私は入れてます。折ってあっても使えるので全然私は使えるので、こういう風に折ってこのポーチに入れてネラトンカテーテルは管理してます。じゃあ次、うんちの場合ですね。ゴム手袋もいろんな種類がありますし、今この、石油のね問題で入手しにくいなとか、そういうのがいろいろニュースとかにもなってると思うので、私たちにも結構深刻な問題ではあるんですけど、私はこちらですね。もうこれが好きでずっと使ってます。ニトリストのパウダーフリータイプブルーっていうやつですね。これの M を使ってます。100枚入りです。
紫とかいろいろあるんですけど、なんか私は紫とかよりこの青のタイプが好きで、こういう感じでしっかり結構厚で薄くもないし厚すぎもしないみたいな、これを使ってます。なんかあんまりやっぱり薄いと破れちゃうんですよね、摘弁してる時に。なので Amazon でだいたい3箱4箱くらい一気に買って使ってます。市販でね、このニトリストタイプがあんまり売ってない、わかんない、田舎だからかわかんないけど見る機会がなくて Amazon 購入をしてます。私のこのお出かけ用はこちら普通の100均のまた巾着になるんですけど、この中にゴム手袋、このまま裸のまま入れて、で、摘弁する時は必ずワセリンを使うんですけども、ワセリンって結構大きめな瓶で市販で買ったりもするんですけど、市販のこのケースが大きかったりするので持ち歩くの大変なんです。赤ちゃん用のベビーワセリンのチューブタイプもあるんですけど、それも大きいから私はこれ100均でこういうケースがあるので、これにジュボーって出して、もう今スカスカだけどジュボーって出してこれだけを持ち歩いてます。その方がコンパクトです。でこの中には、こういうゴミ袋ですね、100均のゴミ袋、こうやってくるくるって出て、ここが切れ目になって切れる。でサイズ感はこういうサイズ感なので、この袋っていうのも必ず持ち歩いてますし、もしなんか出なかった時用のこのレシカルボン座薬ですね、普段あんまり使うことはないんですけど、こういうの使ったりします。もし家でこれ使う時は1個だと時間がかかったり、溶けるまで時間かかったり、全部出たかなって思ってもこのレシカルの座薬のなんですか効果が効きすぎてて、終わったなって思ったまたちょっとした後に出ちゃうみたいなことがあるので、半分にして、使ったりしてます。この半分の仕方もこうやって1個あるとするじゃん。この噛んでだいたい半分くらいのところでこうやって噛むともう半分にここ割れるので、半分使ったりっていうのをしてますね。であとはアナルプラグさんも入れてたりするし、ちょっと今ここに入ってないけど消臭、この 2,3 滴するとうんちの匂い消えますよみたいなやつとかも、お外でもしなんかうんちする時あるなとかっていう時は持ってたりします。その他にも手洗い石鹸のペーパー用ですね、これ無印とかでも、100均とかでも売ってたっけかな、売ってたりするんですけど、ペーパー石鹸になります。このペーパー石鹸、こういう風に中に1枚ずつペーパーが入ってるんですけど、これで石鹸代わりになります。バリアフリートイレって意外と石鹸が置いてないところも多かったり、またはあっても届かなかったりする時もあるので持ってたりします。あとはこういう消毒液とかもね入ってたりするんですけど、そういうのをこのポーチ、これはお出かけ用のポーチになります。であとはお尻拭きですね。もう絶対必要です。トイレットペーパーなんか基本使わないくらい、必ず拭くときはお尻拭きで、トイレした後、うんちした後を拭きます。外のウォシュレットを使うっていうこと自体、私自身があんまり得意じゃないっていうのもあるんだけど、やっぱお尻の感覚がわからないから、どこにウォシュレットが当たってんだろうみたいなのが分かんないのだから、ちゃんと拭きたい時はこのお尻拭き使ってます。でいろいろお尻拭き使ったんだけど、家で使うものに関しては安くてもいいんだけど、基本的にやっぱり流せるプラスピジョン株式会社さんで出してるこの花ビーズっていうシリーズのお尻拭きが私はなんか一番好きだった持ち歩き用だったらね、家だったらもっとでかいやつでもいいんだけど、持ち歩き用のサイズとしてはこれだし、80枚入りのノンアルコール、この蓋がやっぱついてるのがいいんだよね。乾燥しにくい中のこれだけのやつだとやっぱり持ち歩くにはちょっと乾きやすくて、どっちかっていうとこのタイプが好きです。ある程度ちょっと厚手だし、なんかしっかり1枚ずつ取れるから、じゃあこの花ビーズのお尻拭きがおすすめです。
これが、私のうんぴっぴに必要なセットになります。こういうのを、普段はどうやって持ち歩くのかっていうと、こちら車椅子の下につけるアンダーバッグっていうものがテレスさんから出てるんですけど、これを私はつけてます。これは一応固定車用タイプのものになるんですけど、折りたたみでも頑張ってつけれなくはないかな。折りたたみタイプはもう少し薄いペローンってなんか薄いタイプのものになるんですが、固定車の場合はこういうのになります。だから折りたたみタイプも別に畳まなければ普段こうやってつけてるのも別に悪くないかなと思うんです。はい、これにじゃあ入るのかっていうところですけどね、まずこちら、今度これはお着替えセットが入ってます。防水シートも紹介するんですけど、防水シートなんか間違ってこの前このちっちゃいタイプのね色、このクロスニーみたいなの買ったんだけど、これダメだった。もうめちゃめちゃダメ。何がダメかっていうと、容量的にも多分そんなに吸わないし、この紙の部分がすぐ破けちゃってすぐボロボロになるので、これはダメです。ダメなんだけど、せっかく買ったんで一応予備でちっちゃいしね、このアンダーバッグセットの中に入れてます。私はやっぱりおすすめしたいのはAmazon 限定で売ってるアイリスオーヤマから出てるこの中型用のおねしょシートになります。でもこれもね、同じもの買ったんだけど、本当に私が買い始めた5、6年前よりなんかちょっと薄くなってる、ちょっとチャッチーくなってる、なんか吸水のこの厚手感がなくなって、多分値段を変えないために容量というかこの素材自体がちょっとチャッチーくなったんだと思うんですよね。でも使えなくはないから、やっぱ一番安いんだったらこれかな。緑パッケージでダックスフンドが書いてあるやつも別に悪くはなかったけど、あとは T シャツ、もう最低限のお着替えなのでジャージっぽい、ちっちゃく畳んでもシワシワなりにくそうな素材のやつが一番いいと思います。ズボンもこのもうピタピタのスパッツみたいな薄いやつを入れてます。あとはパンツですね、おパンチュ、これ吸水ショーツですね。リハパンはちょっと大きいので吸水ショーツ、これを1枚入れてます。他にはタンポンとかカテーテルも少しと、あと正常面とかもなんか何個かバラバラっていうのと、あとこのシュシュシュって匂い用のこれもこの中には今入ってるんですけど、ニワトリパッドも一応1枚入ってます。このセットをこれがお着替えセットなので、このセットを一旦ポーチみたいな袋の中に入れます。この袋も100均なんですけどね、こんな感じで入れました。このアンダーバッグの中に入れます。入りましたね。こちらお尻拭きをまた別で入れます。こんな感じで見えるかな、横並びで入ってます。そしたらプーさんのうんちさんのやつと、こちらカテーテルのポーチ、これですね。はい、これが今全部入ってます。中にプーさんも入ってるし、ポーチも入れて、これなんで結構ね重量はあるんですよ。1キロ、2キロはないかな、1キロちょっとはあります。手前にちっちゃいポッケもあるので、この手前のちっちゃいポッケに小物とか障害者手帳の原本とかたまにねやっぱ持ってないと困るので、こういうのとか入れたりしてますね。基本トイレの系のものしか入れないんだけど、なんか最悪足りない時とかここに入れたりってすると、私はリュックとか背負いたくない人なので、持ってたくない人なので、こういうので基本的に、旅行とかじゃないけどお出かけっていうのはしてます。車椅子を持ち上げる行為がある時はやっぱこの分重量は重なるんだけど、でも普通に日中例えばお出かけ行きますって時に、日中お出かけ行くにもリュック背負っていかなきゃいけないとかって私は嫌なんですよ。泊まりとかでもないのに。そういう時にやっぱりこれが下にぶら下がってるだけだと
本当に身軽で楽ですね。これが私のおトイレセットになります。皆さん参考になりましたでしょうか？私自身怪我した当初こういう情報がなかなか少なかったので、商品とかはね教えてもらえるんだけど、じゃあどういう風にどんくらい持って歩いてんのとか、いっぱいあるに越したことはないんだけど、それでもやっぱ荷物になっちゃうので、自分のこのリズムとか自分の障害に合わせてやっぱ量をちゃんとこれくらいあれば今日一日は過ごせるかなっていう量を考えながら持っていった方がいいのかなというふうに思います。はい、ということでこの動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。